来年年明け早ければで遅くても春までにいろんな人、受けたい人がみんなが受けれるようにオンライン教室を始めます。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。ちょっとね、今忙しいので、作業しながらのね、フリートーク会にしようと思います。でね、画面の方、今何をやってるかっていうと、今トイプー作ってるんだけど、今ね、やる作業は、切り出して、毛の植毛する準備をね、ひたすらする動画なんでね、絵面的にはちょっと面白くないかもしれないけど、話はね、来年になるんだけれども、年明け早ければ。で、遅くても春までには、誰でも受けれるように、オンライン教室をやろうと思ってます。ちょっとその辺の話もね、していこうかななんて思ってます。はい。で、ちょっと作業の説明しようか。今やるのはこれなんだけど、使ってるのはね、植毛カールです。結構ね、トイプーどうやって作るんですかなんてね、質問もあったりするんで、そのうちね、ちょっとね、ちゃんとしたね、動画ね、それこそオンライン教室の中じゃ、トイプーの作り方とかね、柴犬の作り方とかね、猫の作り方とか、いろんなものを織り交ぜてね、やっていこうかなと思ったりしてるんで、で、これはちょっと僕のやり方ね。多分ね、これ、いろんなやり方があって、いろんなね、先生のそのやり方、作家さんのやり方いっぱいあると思うんだけど、僕はね、いつも大体こんな感じでやってます。これ何センチくらいだ ?15 センチ、20センチくらいかな ?20 センチくらいだね。20センチくらいで、こうやって束にして、で、こうやってカットするのね。このループに折り返したループになってるのをカットして、要はこういう20センチのものをたくさん作るんだけど、でこれをどうするかっていうと、植毛カールとかはさ、癖つけるために、わかるこれ、黒いね、糸が入ってるでしょ。これを抜いちゃいます。で、2本入ってるから、中心と外側に。で、それをこういう風に抜いていく。もうこれはね、そんな難しい作業じゃないんだけど、でも、このね、中の方に入ってるのは、こう見つけにくかったりするから、ちょっと軽くね、軽くこうやって引っ張ったりしてあげると、こうやって出てくるから、そういうのつまんで、ヒュッと抜いてあげる。こういうのもちょっと軽くねじってあげると、ちょっとさ、ほら、この緩むじゃない。するとこういう風に浮いてきたりするから、これをつまんでヒュッと抜いてあげれば簡単に抜けるから。こんな感じでね、もうひたすら今日は画面はね、この作業になるんだけども、で、僕はある程度植毛しようっても決めて、色も決まったりしたら、だいたいもう植毛する量全部は作れないけど、なるべくある程度の量をね、作ります。そうだね。2時間で言ってもちょっとみんなには伝わらないんだけど、僕の作業量、僕の集中する時間の感覚で2時間作業ぶっ通しできるだけの量を用意するようにしてんだよね。なぜかっていうと、こういうの作業さ、こうやって植毛してたのに、なくなっちゃったらまたこれやらなきゃいけないじゃない。するとね、集中力切れちゃうから嫌なんだよね。だから、なるべくこういう状態でいっぱいね、溜めておいて、こういう風に。で、話が戻って、こうやって黒い糸を抜いたら、僕はね、最近はね、これをね、2つに裂いていきます。裂けるチーズみたいな感じで。で、これもね、ピーッとはね、簡単にはいかないのね。途中で切れちゃったりするから。だからちょっとここ少し軽くだよ。これ力入れて引っ張ったらブチブチっていっちゃうから、軽くこの、ね、カールしてるのが崩れないように、ある程度こうやって束になってる状態。これをキープして、こういう風に裂いていくんだよね。で、これは今、結構比較的スムーズにいった例で、たまにね、中心がね、この辺がね、こうなんていうかな、この、あと癖がついてるのが強いやつとかは、結構引っかかったりするから、そういうとこはね、切れたりする時もあるけど、こんな感じで僕は2つに裂いてます。
以前はね3つに裂いてたりしたんだけど、うまく結構いかないから、僕は今2つこうやって、ここなんかそうだね、この変則的にこうやって膨らんでるとことかは切れやすい箇所だったりするから。でこれ最初に20センチで切ったでしょ。本当はね一気にいっぱい作りたいから30センチとかさ、もっと長く作りたいのね。だけど20センチぐらいが妥当。これ以上長いとこれ裂いていくのがねすごく大変。スムーズにいくのはねこんな感じで切れます。で裂いたら僕はこれをそうだな、何センチくらいかな、5センチないくらい、4センチくらいかな、多分4センチくらいの長さに、これは作品の大きさによっても変わるけどね、だいたいこんな感じで適当にカットしていきます。あんまり短かったら使えないからね。でだいたいこういう風にできたら、100均とかに売ってるようなこの紙のお皿にこうやっていっぱい溜めてストックして、作業する分ねこういう風にいっぱい溜め込んでいきます。はい、というわけでね、まずは作業の話は終わりで、ここからねちょっと作業しながらねフリートークで話していきたいと思うんだけど、どうしてもねこうやって作業しながらだからシナリオもないしさ、僕の喋ってるのってさ、でちょっと聞き苦しいとこがあるかもしれないけど、ちょっとなるべくためになるような話をしようと思うので、聞いててください。まずそうだな、みんなこういろいろ上手くなりたくてね、本買ってさ読みながらやってみたりとか、あと YouTube 見ながらねやってみたり、これは僕のだけじゃなくてさ、他の先生とかねいろんな書籍もいっぱいあるから、多分そういう風にね練習してると思うの。あるいはフェルトキット買ってやってみるとかさ。で練習する方法なんてたくさんあって、でどんな方法でもいい、もう全てが正解だから。ただその全て正解なんだけど、効果的に上手くなっていくためにはっていうことは考えてやらないと、ただやみくもにさやっててもなかなかね時間だけが過ぎていって、材料費ばかりがかかっていって、なかなかうまくいかないってことになるから、効率よくやっていったらいいよっていう話なんだけど、でじゃあどうやったら効率よくね技術アップできるのか、スキルアップできるのかっていうとね、みんなねこう勘違いしてることがあって、効率よくっていうとみんなそのテクニックとか技とかそういったものをみんな拾いに行くのね、取りに行くわけだから。YouTube 見て学ぶのもそうなんだけど、もちろんそれは必要だからね、必要なんだけど、それだけじゃダメなのね。それだけじゃうまくなっていかないので、一番大事なことって何かっていうと、なぜうまくなりたいかっていう、そこなんだよね。要は僕いつも言ってるけど、目的の部分なの。そこがはっきりしてないと、どんなにフェルト作家になるんだとかね、いつかすごく上手な作品作れるようになるんだって目標を立てたとしても、そのね目標の先にあるゴールがないと結局ね続かない。それこそ三日坊主で終わったりとかさ、何回かやってみたけどなんか壁にぶち当たってやめちゃうとかさっていうことになっちゃうね。でそれはなぜ起きるかって言ったら、何のためにやってるか分かってないから、自分の中で。これがめちゃくちゃ重要なので、上手くなる人たちっていうのはセンスがあるっていうのは確かにねあるっちゃあるよ。だけど実はその上手くなるならないっていうところに関しては、そのセンス的なものは実はあまりウェイトは大きくなくて、最も重要になるのはさっき言ったように、なぜ上手くなりたいのかとか、なぜ作家になりたいのかとか、そこの目的の部分、そこがはっきりしている人、明確な人、イメージできている人、その人が上手くなってるだけだから。人間は自分がイメージできないことは絶対できないから。みんな空飛べる？飛べないじゃん。なんで？飛んでみて。体のどっか使って飛んでみてよ。って言われたって飛べないじゃん。
だってイメージできないもん。体の筋肉どうやって動かして、手を羽ばたかけば飛べるの？飛べないじゃん。いや、違う方法があるんだよって言われても意味わかんないじゃん。ねえ、じゃあ例えば僕スキーやるから、スキーやってない人たちに聞きたいんだけど、スキーやったことない人、スキー乗ってさ、滑ってみてって言ったらさ、どうやって体を動かすの？どうやって板の上に乗るのかって全然イメージできないじゃん。だから滑れない。これイメージできたら滑れるから。それと全く一緒。人はイメージできないことは形にできない。体の動きにもできない。実現することができない。だから自分がなぜこうなりたいのかっていうそのイメージ、それをどれだけリアルにイメージできるかってすっげえ重要なの。すっごい重要。妄想レベルでいいの。いや絶対こうなってああなってて上手くなったらこれしてあれしてとか、もうほんとそんなとこからでいいから、しっかりとめちゃくちゃ妄想してみんな。なりたい自分になった後何をするのか、どうしたいのか、いろいろ考えて、それでやっぱりなりたいって強く思ったら次何が起きるかっていうと、じゃあもう本当に絶対なりたいこういう風になりたいんだってなったら、じゃあどうやったらなれるだろうになるじゃん、考えが。そしたらあとはもうひたすらさ、どうやったらできるだろうだけを考えるから、あとはね、その方法がね見つかるんだよ。見つからない人はそこまで深く考えてないから。他の動画でも言ったことあるけど、旅行で考えるとすごく分かりやすくて、いつか旅行に行きたいんだ、海外旅行に行きたいんだ、それは実現すると思う？しないよね。わかるよね。だって全然具体的じゃないじゃん。抽象的じゃん。いつか旅行に行きたいんだ、時期も決まってなければどこの国に行きたいのか、海外旅行したいんだ、日本以外に行きたいのは分かったけど、でどこに行きたいの？何も決まってないじゃん。それっていつまでたっても実現しないのは分かるよね、みんな。で、フェルト作家になりたいんだっていうレベルの話もそう。もうそれと同じ。フェルト作家になりたいんだったら、どんなフェルト作家になりたいのか、なぜなりたいのかとか、いろいろ考えることがあるじゃん。そこを具体化していかないと絶対にイメージができないから、実現しないから。だから旅行の話に戻すと、海外に旅行に行きたいんだ。なぜ海外に行きたいの？自分に深掘りするんだよ。そしたらさ、映画見て素敵なね景色とか建物とか見て、ああいう世界一回見てみたい。じゃあ例えばフランス、すごいおしゃれな街で街並みも綺麗でフランスに憧れるからフランスに行ってみたいってなるとするじゃない。そしたらさ、いつか海外に旅行に行きたいんだっていうすげえ抽象的なものが少しさ解像度が上がったじゃん。海外のっていうぼんやりとしたものからフランスっていうものになったじゃん。じゃあフランスのどこに行きたいの？パリなの？どこなの？とかってあるじゃない。でもっとね具体化していくじゃない。じゃあ行きたい場所が見えたらさ、じゃああとどうする？どうやったら行けるのって気になるよね。調べるじゃん。どうやったら行けるの？汽車で行けるの？行けないじゃん。飛行機しかないよね。じゃあ飛行機ってさ、いくらかかるんだろうとかさ、ホテルってさ、どうするんだろうとか、いろいろさ、もうどんどんさ、話が具体的になっていくじゃん。最初はいつか海外に旅行に行きたいんだっていうぼんやりとした、言ってみれば夢だよね。夢とか憧れだったものが、しっかり深掘りして考えることによって、どんどん抽象的だったね、ぼんやりしたものがどんどん具体的になっていくわけね。すると具体的になると何をしなければいけないかっていうことが分かってくるわけ。もちろん最初は知識がないから、こうなんじゃないだろうか、ああなんじゃないだろうかって調べたりして、いろんな無駄な情報も入ってくる。でもその中で本気で行こうと思ってるから、本当に必要なのはどっちだろうってもっと調べるよね。そしたらどんどん分かってくる。つまり最初はぼんやりした夢や憧れだったものが、深く考えること、深く追求することによって、どんどん抽象が具体的になって、それはね、ぼんやりとした夢や憧れからいつの間にかね、計画に変わってるんだよ。計画なんだよ、もう。あとは計画ができたら、あとは自分が行動するだけ。それにのっとって。
だその計画こそがフランスに行くためにいついつまでに行きたいのか。じゃあいついつまでに行くんだったら、フランスに行くんだったらいくら必要なのか、いつまでに何をしなきゃいけないかって全部決まってくるじゃん。お金がないんだったらそれまでに貯金しなきゃいけないとかね、飛行機のチケット取らなきゃいけないとかね、ホテルの予約もいつまでにしなきゃいけないとか、いろんなことが決めれるわけじゃない。仕事の休みを取らなきゃいけないとかもさ、じゃあそれはいつから動き出さなきゃいけないのかとかさ、いっぱい決めることあるわけよ。したらもうね、本当に計画になるじゃない。あとは本当やるかやらないか、ただそれだけ。だから一番最初の話に戻るけど、フェルト上手くなりたいと思って練習しててもなかなか上手くなっていかないっていう人は、そのノウハウだけを集めるんじゃなくて、そうではなくて、今自分はなぜ上手くなりたいのかっていう、そこの目的になる部分ね。なぜやらなければいけないのか、なぜ上手くなりたいのか、上手くなってどうなりたいのか、そこを深掘りしないとダメ。もう全てはそこから。そこをしっかりと考えてあげると、あとは技術は勝手についてくるから。だって必要だから。必要なことがちゃんと見えてくるから。だからそうすることをやってれば勝手に技術も上がってくるから。というところなんで、それがね、本当にすごく大事なところです。でね、ちょっと話が変わって、これから僕ね、来年、年明け早ければ、で、遅くても春までに、いろんな人、受けたい人がみんなが受けれるように、オンライン教室を始めます。で、このオンライン教室では何を教えるかというと、さっきのね、今まで話した話のように、僕がその教室をやりたいとか、人に物を教えたいとかっていうのは、もう自分の最も得意なこと、その能力を生かして仕事がしたいっていうところがあるから、どんな仕事を、今フェルト作家をやってるからね、フェルトを教えようと思ってるんだけど、どんな仕事をしたにしても、やっぱり3年4年、しっかり自分のスキルを磨いて、頭一つ二つ抜けれるような存在を目指してやって、そこになったら、必ずどんなことをやっても人に今度は教えることを始めようと思ってたから、というわけでね、去年から教えることをやってんだけど、で、さらにもっとね、何を教えるべきか、このフェルトの世界で、が見えてきたので、より多くの人に学んでもらえるように、オンライン教室を始めます。教室をやるんだけど、僕が伝えたいことっていうのは、技術、ノウハウだけじゃないんだよね。さっきも言ったように、どんなにノウハウ、やり方、手順とか、そういったものをね、手に入れたとしても、うまくはなっていかないの。もちろんうまくなっていく人はいるよ。うまくなっていく人は、どういう人かっていうと、さっきも言った通り、自分が何のためにやるのか、そのゴールがしっかり見えている、イメージできている人なのね。で、多くの人がしっかり考えることってさ、なかなかできないじゃない。夢を持ってても。その夢を本気で深掘りしたことって、なかなかないと思うの。日々の時間に追われたりとかさ、して。で、そういうことも含めて、この、なんていうかな、フェルトのことをメインで教えるよ。教室ではもちろん。その技術的なところ、YouTube で配信してるような、レッスン動画みたいな感じで、あんな感じでね、動画を作ってみんなに配信していくんだけど、その中で、やっぱりこういうちょっとマインド的なところっていうかな、しっかりとこの考え方がやっぱり一緒についてこないと、技術だけ上がっても、オーダーやりたいって考えてるんだけど、まだまだとかってさ、全然、いつまでも準備ができない人たちすごく多いと思うの。僕はね、それが良くないと思っていて、そこをしっかりね、気持ちがしっかりしたらもう始めれるのに、で、始めることで何がいいかっていうと、僕はオーダー専門の作家だからよくわかるんだけれども、今すごく増えました。オーダー作家も。だけど、それでもやっぱりね、足りない。全然足りないんだよ。で、一人でも増えたらさ、ペットロスで困っているようなお客さん、人形作ってほしい、作品作ってほしいっていうお客さん、選択肢が増えるじゃん。僕はそういう風に作れる人がたくさん増えた方がいいと思うのね。で、なぜかってこういうことを言う人がいるんだけど、自分のライバル増やして何のためにやってるんですかっていうかさ、そういう風に疑問に思う人も多いと思うの。
それってさ、自分だけのことを考えたら、それはライバル増やさないで、ね、お客さん取られないようにさ、すりゃいいよ。だけど、そんなことやってたら、自分のこの活動してる、このね、フェルトのさ、オーダーの世界だったらさ、そこが活性化していかないじゃん。いっぱい作家を育ててっていうかね、いっぱい作家、同じ思いでやる人がたくさん増えてさ、すると、まずね、いいことっていうのは、お客さんたちの選択肢が増えること。で、まずそれがお客さんがいいこと。じゃあ作家側は何が良くなってくるんだったら、それはね、浅い視点で考えたら、ライバルだらけになって、稼げなくなるじゃんとかさ、お客さん取れなくなるじゃんって言う人いるけど、それはね、本当に考えが浅い。自分たちのこれを仕事にしてやろうとかね、今自分たちのやってる世界をもっともっと活性化させるためには、やっぱり人が増えた方がいいに決まってるの。ライバルがいっぱい増えると何が起きるかっていうと、作品の質も上がっていく。で、作品の質が絶対上がるじゃない。だって、やっぱりクオリティが高ければ高いほど求められるし、それはね、みんな分かってるように、だからみんな上手くなりたいわけじゃない。で、とにかくこの世界が活性化していく。みんなの技術も上がる。ということは、とにかく日本の技術そのものが上がるね。羊毛フェルト今世界でもさ、やってる国がたくさん出てきて、で、上手い作家さんもたくさんいてさ、でもまだまだやっぱりその海外ね、は作家も少なくてさ、で、日本がね、これがもっと日本の実力が底上げされて、すごい作家がいっぱい出てきてさ、で、これからの時代ね、日本国内だけじゃなくて、もっともっとどんどん海外に生徒相手に教室展開したりとかってもう何でもできる時代なんだから、そういう風にやっていかないと。ずっと昔からあるような、ちょっとさ、言葉が悪いけど、やっぱハンドメイドって言ったらさ、手作りとかね、なんかその、ママさんたちの趣味の延長とかさ、言われたりとかさ、ずっとしてきたじゃない。で、今もそれは絶対にあるわけですね。僕たちはハンドメイドっていう世界に触れて、そこにいるから、あまりそういうふうには思ってないかもしれないけど、全然ハンドメイドを興味ない人たちから見たら、ハンドメイドって、手作りのなんか、あれバザーとか出してる安物でしょみたいなぐらいの感覚なんだよ。今ね、間違いなくそういう認識なんだから、もちろんね、そうじゃなくなってきてよ。いろんなイベントが、ね、やるようになって作家さんも増えて、クオリティも上がってきて、活性化してきてるけどさ、でもずっとその繰り返しじゃない。で、それを今、ね、みんなで頑張れば、そうやって、もう本当日本のものづくりってさ、世界からすっごいずっと注目されてきたことで、世界ナンバーワンだったものなんだから、それは車のトヨタとかさ、あとはさ、パナソニックとかさ、いろんなさ、その大手だけの話じゃないよ。大手の技術だけの話だよ。あくまでも個人のさ、人のその日本人の細かい気配り、ものづくりが、そういうものもさ、気配りとかもものづくりに反映されてるわけじゃない。だそういうね、ちょっとね、話が今いろいろすごい飛んじゃって申し訳ないんだけど、でも、とにかくそういうことなの。僕が目指してるっていうかな、目指したいところ。で、それは、これを見てるみんなも、でもうぜひ力になってほしい話であって、もうみんなでやっていかなきゃいけない話。で、僕はね、ハンドメイドの世界にもともといたわけじゃないから、なんだろう、フェスとか、フェスっていうのなんかイベントとかさ、ああいうのってもう行ったことないし、見に行ったことはね、ちょろっとあるけど、だからそういう風に出展もしたこともないし、他のジャンルのこともよくわからないからあんまり言えないけど、でも僕の知ってるまずこのフェルトっていう世界だけで、からでもちょっとね、そういう風に発信をして、それに賛同してくれる人たちが一人でも増えて、で、そこを一緒に目指してくれるような人たち。もう本当に微力でいいんだよ。自分がさ、みんなさ、思わないじゃない。自分のその、チクチクやってるさ、趣味程度でやってるんだけどっていうことがさ、これがでも、どんどん活性化してったら、ね、本当ね、このハンドメイドっていう世界をさ、もっと底上げできるし、このものづくり、日本のものづくりっていうところをもっと、ね、世界に見せていけることができる。決して夢物語じゃなくて、これも同じ、最初に言った話と同じ。これをイメージしてなかったらできない。鼻から無理だよ。そんなのさ、無理だよね。なんて言ったら、考えることすらしない。そしたら何も進まないんだよ。そんなのは、つまんないじゃん。せっかく自分たちが好きでやってることなんだから。だからね、別にバカにする人はバカにしても全然ね、人の考えがいっぱいあるし、全然いいと思うんだけど、僕はこれを真剣に言ってて、だからこそ今、YouTube でこうやって無料で発信できるところは発信してるし、だけどね、全てをね、無料では発信できないから、教室はね、もちろんお金発生するけど、でもみんながね、多くの人が
学べるような価格設定にして、でなるべくね、本当100人とか200人とか1000人とか来てほしいんだよね。でそういう人たちがみんなこうね、いろんなものを受けれるように。で今ね、教室の内容を今一生懸命動画作ったりしてるんだけど、イメージしてほしいのは、キジトラレッスン動画とかチワワレッスン動画とかあんなの出してるじゃない。で YouTube じゃ顔の作り方しかやってないけど、その教室では顔の作り方も教えるし、でそれもね、猫の作り方とか、猫もいろんな品種いるから、そこの作り方もラインナップに増やしていきたいなと思うし、犬もチワワだけじゃなくて、ほらね、トイプーとかさ、何でもいるじゃない。ダックスでもポメでもね、柴犬でもさ、で狼とかでも何でもいいんだよ。いろんなのね、とりあえずみんなの声をそれを聞きながらね、また作っていこうかなって。その教室通ってくれたら常にそういう新しいね、なんていうかな、そのレッスン動画が配信されるような、形を取ろうかな。でもちろんその中で全身の作り方、お座りの作り方とか、例えば伏せてる姿勢とか、いろんなポーズ何種類かみんながね、基本的に覚えてたら、これを作れるようになったら大体他のものを作れるようになるよねっていうようなものをね、作っていこうかなと思ってます。でこれはさ、これ今言ってるだけの動画を全て作るって言ったらもうね、1年くらいかかるの。だからそれはちょっと無理だから、最初に3つぐらいなんかね、レッスン動画ポンポンポンって作ったらリリースしようかなと思って、あとはその毎月毎月新しいそのね、レッスン動画、それは全身の作り方かもしれないし、なんか違うね、何かの作り方かもしれないしっていう風に増やしていくような、みんながとにかく毎月受けてて、どんどん楽しくなるような、そんなね、教室にしようかなと思ってます。で、もう一つやりたいのは、こういう話、教室に通ってくる人たちが、しっかりとその自分の気持ち、マインドをね、しっかりね、セットできるような、こんな話も、時々月1とかさ、月2になるか分かんないけど、こういうことをしっかり伝えていきたいんだよね。でそこにこそすごい価値のあるものにしたいなと思って、本当一番最初の話に戻るけど、自分が上手くなりたかったりとか目指すものになりたかったらイメージできなきゃダメだからね。だからイメージするためには、自分が初めから諦めない心、自分で自分を信じてあげないと誰が信じてくれるのっていう話なんだから、もう誰に何言われるかちゃんと自分を信じてやれるように、ちょっとね、マインドセットの話なんかもしていくような教室にしようかなと思ってます。はい。というわけでね、まだまだこの準備してる段階で全然形になってないんだけど、一応ね、そんな感じでやっていこうかなと思ってます。こんな発信をしてるから、ぜひね、作家になりたいとかね、友達とかでも、ね、いつか作家になりたいんだとか、ハンドメイド作家になりたいんだなんて言ってる人がいたらね、少なからずね、なんかこの僕の動画ね、役に立つなって思ってくれてる人がいたら、ぜひね、紹介してあげてください。全然ジャンル違ってもいいと思うんだよね。なんていうかな、これね、勘違いしてほしくないんだけど、チャンネル登録者増やしたいとか、そんなのどうでもいいんだよ。じゃなくて、さっき言ったように、やっぱり日本のものづくり、これを本当に僕底上げしていけると思ってて、本当にすごい価値のあることだと思ってるから、これってなんだろう、仕事として今やらせてもらってて、めちゃくちゃ仕事ってね、やっぱり楽しくなきゃダメだと思っていて、僕の持論で。で、なんていうかな、自分の魂燃やしてやれるような、そういう情熱持ってやれる仕事こそが本当にやりがいあると思うから。で、ハンドメイドを仕事にしたいって、ただ稼ぎたいとかそういうことじゃなくて、そういう風な価値のあるものに昇華していきたいっていうのが本当に本気で思ってるから、ぜひね、みんなの協力が必要なんでね、ぜひね、応援してくれたら嬉しいです。はい、そんなところでね、またこんな発信していくので見てやってください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。